今回はソフトシェルを使ってエスニック仕立てのイエローカレーを作っていきます。ソフトシェルは半分に切り、片栗粉をまぶして180度の揚げ油で揚げていきます。カットした玉ねぎ、にんにく、赤ピーマンをフライパンで炒め、そこに塩、コショウ、砂糖、イエローカレーペースト、ナンプラー、鶏ガラスープ、ココナッツミルクを入れ煮詰めていきましょう。そこに香り付けにレモングラス、バイマックル、溶き卵を入れ、揚げたソフトシェルと絡めればソフトシェルのイエローカレーの完成です。詳しいレシピは概要欄で。さあ始めていきますが、今日はカニです。ソフトシェル柔らかいんです。でこのカニをまな板に移し、さあこの子たちは下処理してあります。でどうするかというと、もう小さいのでもう食べやすいようにですね、半分にカット。このように半分に切り、そして片栗粉を用意してください。さあこれで片栗粉をまぶして、その後に揚げていきますんで。さあカラッと揚がるように片栗粉をまぶし、そしてうまみも閉じ込めていきます。さあこのようにしっかりとつけてあげて、よし揚げちゃおう。180度の揚げ油だ。さあ水分で跳ねることもあったりするので、油が気をつけてください。いい音だね。しっかり揚げる。さあこれがまたカニのうまみたっぷりの油ですので、隣のフライパンに移しちゃう。ここで玉ねぎ、今日は1個使おう。横からも入れてあげて、さあダイス型に。よし炒めていきますか。いい香りが。このまま揚げて塩を振って食べるのもよしですね。いい感じに揚がってきたぜ。さあ全体がしっかりと色がついてね、揚げてる音も落ち着いてきたので引き上げましょう。よし。さあ玉ねぎまだ炒めてます。でここににんにく、今日は量が多いんで2かけ潰して刻んでいく。さあでは刻んだら、よしフライパンに移そう。これで香りをつけていきます。それから生姜なんですけれども、タイ生姜のこれを使います。
さあ近くになかったら普通の生姜でも構いません。今日は本格なエスニックなので大生姜を使っちゃいます。これをどうするかというと、ちょっと固めの生姜なんです。切って薄くスライスします。ちょっと多めに切ってあげて、重ねて細く切っていく。よし。さあ生姜たっぷりがいいですよね。いい香りだ。さあもう少し炒めていきましょう。炒めていきながらまだまだ切るものがあります。赤ピーマンなんですが、もうこれは簡単に縦に切っていく。縦に切ったらよし移そう。さあここでいろいろと入れていきますよ。調味料、まずは塩と胡椒で、エスニックなんで甘みも、お砂糖を入れます。でペーストなんですけれども、これはもうイエローカレーペースト、いろいろありますよね。グリーンとかレッドとか、その中でも今日はちょっとイエロー、さあ炒めるとですね、より香りが出ますね。さあこの野菜全体にこのペーストをなじませて、さあナンプラーを入れ、なければ醤油でも大丈夫です。お酒に鶏ガラスープ、それから久々の登場じゃないかな、ココナッツミルクだ。これでマイルドに仕上げていきます。さあこれだけでも十分なんですけれども、ここで個人的にもうちょい足させてください。これです。エスニックには欠かせないよね。さあバイマックル、コブみかんの葉です。巻いて細く切っていこう。それからレモングラスは小口にカット。さあこれはもう今じゃもう珍しくありません。もうセットで売られてたりもします。いい香りだ。よし、これで爽やかになるでしょう。ココナッツミルク入れたから辛すぎずちょうどいいな。さあでここで卵を用意してください。これ2個卵を割ってボウルに移します。さあ全体の味といいましょうか、口当たりなどもこうふわっとねいい感じに仕上がるように今日は卵を使います。
流していく。そしてこの揚げたソフトシェル、片栗粉をまぶしてあるので、戻した時にねまたとろみがつきますから、さーっと絡めるだけで大丈夫。やばい、これうまそうだね。さあ盛り付けに入りますが、ここでよし、チリを、フレッシュチリカットしていきます。さあ盛り付けるぞ。よし、なかなか見ない料理かもしれないですけど、こいつはうまいですよ。ライム、ガンガン皮を削っていこう。香りも良くなって、さらに味がぐっと引き締まります。チリ、さあせっかくライムを削ったから絞ろうか。で最後はよし、パクチーをちぎって散らしましょう。さあなかなか見ない料理だと思いますが、たまにはこういった料理もいいと思います。おすすめです。さあ完成、ソフトシェルのイエローカレーの完成です。良い一日を。